せせっちゃん殺せ俺の日本酒魂 Hey guys, my name is Rina. Today we are at 長野県の竹重本家さんの酒蔵に来ております。2026年の蔵開きでございます。今日はもうそもそも竹重本家さんの酒蔵の中にあるの社長宅が国の文化財に登録してあったり、あとはサマーウォーズの舞台になっている場所だったり、12.6っていうこれ皆さん見たことあるかな、超フレッシュなどぶろくがあるんですけど、そういうのもあったり、マリが大好きな甘酒もあったり、楽しみですね。今日はいろんなお酒が20種類以上も試飲できるということなので、それを存分に楽しみたいと思います。Let's go for a drink with us! イエーイ。道具だ。道具だよ、これ大切に取ってあるって言って。茶どころ、社長宅の庭を見ながら一休みすることもできます。すごい。ちょっとめっちゃ気になる。ね、これって言った。サーズだ。これだ。よろしくお願いします。地図わかりやすいね。ね、じゃあまず今ここにいるから受付にいるから。大試会場。そこですね。行かなきゃいけないのは。どぶろくと甘酒はさらに奥ということで。ね、この街の中に入ったみたいで、ね、風情のあるとってもいいですね。しかもやっぱ天気に恵まれがちだから、なんか逆光でもこの空が伝わる。無料でなんと野沢菜がいただけるということをいただきました。見て、たっぷり、ね、で気に入ったらおかわりも可能だそうです。やったー。これうまい。しっかりつけてある。最高だね。素敵なおチョコ食べてみました。銘柄が3つ分書いてある。ね、酔っ払い注意の小道。限定のやつじゃないですか。これがあれだっけ？この会場にしかないやつ。これですか？そう。あ、本当だ。そう、プレミアですよ。ありがとうございます。じゃん、最初からプレミアム酒。これは竹重本家さんの出品酒を本来は火入れして出品するやつを特別に今日限定なのかの生で出してるやつだそうです。乾杯。乾杯。うん、いい匂い。うまっ。めっちゃジューシー。うまい。最初にキレと酸味と旨味みたいのが来て、後味スーって感じで軽やかなモダン風なこう生酒とかではなく、美味しい。こうフルーティーさとか華やかさあるんだけど、旨味がちゃんとある。うまい酒。朝一発目に最高。ジュージュー切れ口。一杯飲むとまた次が飲みたくなるっていう私の好きな言葉が書いてあった。乾杯。うわ、また違う。旨味がしっかり乗ってるんですよね。でもだから水みたいにすっきり飲めるっていうよりは、ジュージュー旨味ありながら口の中柔らかく切ってくれるから飲み疲れしないし、ずっと飲みたくなる。で、多分めっちゃ食事に合うと思う。これ本日の販売はございません。なんかこれがね、シャキッと新鮮。8日前につけた出来たての野沢菜ということで。ありがとう。もうまっ。でこっちの多分ね、古漬けっていう方が4ヶ月前につけた野沢菜と、こっち結構ね渋い。もうさっきしっかりつけてありますねって言った方。このさ、銀醸の生酒甘いからさ、そのフレッシュの方めっちゃあったわ。あ、これは、うまっ。仕込み水で仕込み水を飲むマリ。うめえ。なんか次飲みたいやつがなんかね、ワイングラスで美味しいアワードってあるじゃん、なんかあれ受賞しましたみたいなお酒があって、ちょっと欲しいっす。
で結構ね込み込みなんですよ、この会場牛だからどのチケットで何を飲んでるか分かんなくなってきちゃった。牧水の多分スタンダードのやつ、牧水の木本の本醸造。うまっ。ちょっとこれ飲んでほしい。辛口だと思ったらうま口だった。まろやかね、うまっ。これぬる缶とかにしてもめっちゃうまそうだね。美味しい。タルに履き替えてお上がりください。やはり純米で毎晩飲んでいただけるようなお酒を作りたいなと思いますね。これ重々切れ口っていうことでちょっと価格も抑えて制約は 65%、 全量宮山錦使ってます。で作るのも自分で作りました。詰めるのも自分で詰めました。打線もしました。レテルは貼っていただきました。宮山錦玄米で 70%、69%。うわ、35になると急に綺麗なちっちゃい粒になりますね。麹も置かれてる。ですね。このクローゼット。段ボールのところまで上がってみたいただいて奥見ていただければと。すごい。あったかい。顔が熱いぐらいあったかいです。貴重です。広いね。すごい。まあなんとここっていう感じですね。ここが開いた。入り口が飛び出てる感じだから、このね、確かにね、こっちがお部屋だと思わないよね。そうそう、壁だと思ったもんね。扉開ける瞬間かっこよすぎません？なんかどこかなって、麹もどこかなと思ったら、ね、最後に見ていただきます。うわー、うわーみたいな、めっちゃ感動した。うちらがシーンの背景に使ってたクローゼットみたいなところがまさかのね、もっとクローゼットだと思ったら用具入れだと思ったよね。用具入れだと思った自分も。びっくりした。今日の個人的メインの目的と言ってもいいこの126生きているどぶろく、これもらいましょう。126、はい、ありがとうございます。あ、連れの分ももう1個いただいてもいいですか？ありがとうございます。おもろい構図で失礼します。日本最高峰のどぶろくと言われる126、乾杯。酒蔵の匂いしない？めっちゃ前さ、このルームフレグランス欲しいって言ってたやつと一緒の匂いする。炭酸口になんか入れたみたいなぐらいシュワシュワシュワって最初にする。シュワシュワだし、つぶつぶだし、もぐもぐできるし、美味しい。すごいね。口の中がさ、なんかチリチリチリってなるね。ありがとうございます。このライトもいただいてもいいですか？ありがとうございます。そちらがほおずき。ほおずき果汁ってそもそもほおずき食べたことない。みかんに近いのかな、香りは。でもほおずきって柑橘？確かに柑橘かわかんないけどみかんみたいな味がする。フルーツ感みたいのが足されてて、ちょっとデザートっぽくなりましたね。めっちゃいい匂いしたもん。で、これはなんか美味しい。126とこのほおずきのやつはペットボトルに入ってるやつなんだけど、これは126ライトって言って瓶に入ってた感じ。さっきの米感がこうあったじゃん。伝わるかな？ね、これ本当にさ、なんか飲むヨーグルトみたいにサラサラになってる。確かにこれは全然違いますね。ライトっていう意味がわかるね、これ。でもそれと比べてライトなだけであって、もうかなり濃厚なクリーミー、美味しい。こっちはこっちでうまいわ。滑らかな口当たりがまた美味しい。なんと社長の竹重さんにインタビューするお時間をいただきました。ありがとうございます。お忙しい中、今日はありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけれども、はい、竹重本家さんの酒造りのこだわりについて教えていただけますか？基本的にはね、流行りの酒ではなくて、自分たちがこれはいいと思う、いい酒って思えるのを作っていく、たくさん飲んでもらうのもいいんですけれども、やっぱりじっくり量はいかなくてもこうじっくり飲んで、ああよかったうまかったと思ってもらえるようなお酒を作りたいと
いうところかなと思います。入り口が入ったところにすごい古い道具とかはいはい飾られたです、はいじゃないですか。あとお便りみたいな社長お便りみたいな、いああいうのちょっとの読んだ時に、あはいはいそういった昔ながらのはいものを大切にしてるっていうのを聞いたので、そうですねそこにお話を伺ってもいいですか。まあ、逆に見ると時代遅れっていう話にもなるのかな、まあ、なかなか私自身が小さい頃からね昔のことっていうのをいろいろ聞いてたもんですから昔のものが捨てられなくてただその中でもポリシー貫ければいいかなというふうに思ってここのところ過ごしています。素敵です。ちょっと私個人的にもこうやってなんかいろんな AI とかが出てきてこういろんなものがコスパとかタイパみたいな風に言われるようになってきた世の中で最後に人間が恋しくなって残るものが絶対こういうもう職人の酒造りとか歴史とか絶対こういうものだと思ってるのでずっとこれが残っていくんだろうなっていうのを感じましたしありがとうございます。お客様がすごいなんか愛されているのが分かって酒蔵見学行った時もなんかすごい詳しい質問をする方が多くて日本酒のライト層というよりはもう本当に日本酒が大好きな方が多いなっていう印象を持ちました。今日ありがとうございます。では最後に今日蔵開きで多分20種類以上お酒があると思うんですけどもう選べないのは分かっているんですが今日もう来ていることをぜひこれだけは飲んでいってほしいっていうのがあればそうですね。社長のおすすめを教えていただけますか。今日限定で言えば、は今日限定で発売している、重々切れ口生酒ですね。酒蔵見学ではいいただいてちょっと試飲でめちゃくちゃ美味しかったです。しかも味が全然違ってどっちも美味しかったんですけど生だともう一段と違うなっていうのを感じました。ですね。まあそういうの飲めるのは本当にこういう時だけなので、まあねいらっしゃるこの皆さんに声を大にしてうまいぞって言いたいんですけれども、まあちょっと控えめなんで数がないですからね。でも酒蔵開放の良さですよね、そういうお酒が、そうですね。一つぐらいはそういうのないとね。ありがとうございました。はいすいません、お忙しいなんかグダグダな中。のを喋りすぎるのいや、とんでもないです。いう話をありがとうございますカ。ットしてください。素敵です本当に。すごい。あ、すごい。見てください。てか気持ちいい。素敵なお庭です。500円玉。あそこのめっちゃいいね、抜けてる。すごいいいな。てか、いいな。住みたい。はい、ありがとうございます。持ってみて。めっちゃ重い、めっちゃ重い。本当だ。めっちゃ重い。だってこれポテトとかのセットじゃない。重量あるねてかやば、でっか。すごいよ。楽しみ。ね、ちょっとやばいです。もう持ったことないレベルです。いくよ。わかります？すごい。なんか本当すいません。私盛り癖があるんでこれ1キロぐらいに感じます。ギャル曽根が食べるやつです。これ。食べたい。いいね。蓼科牛のスパイシーチーズバーガー。やばいよ。ね、大きい。はい。このです。これめっちゃ大きいですよ。大きいですよね。今どうしようかと思って。あ、本当ですか。うまっ。こんなにボリューミーなのに当たり前に肉はジューシーでうまいし、このバンズにねなんかハーブみたいなさ味がついてんのだからね、このパンだけでめっちゃ美味しくて、で野菜もたっぷりだから健康にいい感じがする。すごっ、美味しい。こんなにでかいバンズさ、日本にあるんですか？このバンズめっちゃ美味しくない？うん、美味しい。これに合わせるために2つ日本酒持ってきまして、これが味噌の竹の超定番のやつ、これを持ってきました。旨味が結構しっかりしてるので肉に合うんじゃないかなと思って。いいですね。
うん、めっちゃ変なこと言うけど、コーラって甘いじゃないですか。シュワシュワなとこもあるけど、ちょっと薬草っぽい甘みみたいな。なんか飲んだ時コーラの清涼感、シュワシュワはないけど、なんかあれと同じようななんか美味しさを感じる。で、もう一個合うと思ったのがこの126のライトのバージョン。スパイシーなハンバーガーのなんかソース的な感じになって合うんじゃないかなと。ハラペーニョがあるとこ食べたい。いい。ハラペーニョ結構あるとこかじると、そのハラペーニョの辛さとクリーミーさがなんか中和してすごいクリーミーで美味しくなる。いいですね。まあ、チーズとリメットが来てる。急がなきゃ。ハンバーガーと格闘しております。酒粕寒天をいただきました。酒粕と寒天と砂糖のみで作られたお菓子だそうです。いただきます。美味しい。密な酒粕のブロックをいただいているみたいな感じで、煎茶とかと合いそうです。こちら甘酒です。利き甘酒とかしたらすぐ竹重さんのって分かる感じの香りとすごいつぶつぶ感が残っていて美味しいですね。春は甘酒ですね。春はあけぼのみたいにようよう白くなりゆく山際やばい、そこまでしかわかんない。一度試飲したものの中からこのプレミアムチケット、これを使って飲むやつを、つまりお気に入りをこれで取ってくると思います。お願いします。わあ、いっぱいありがとうございます。プレミアムチケットに何を使ったか。紫のやつのデイフラワーにしました。はいはいはい、さっぱりしてて飲みやすい感じで、お花みたいな香りがするやつにしました。これ美味しかったですね。私もそのシリーズにあったホーリーホックっていう同じくお花の名前みたいなんですけど、ちょっとすみません、私は庶民丸出しなので一番高くてこれ8000円もするやつなんで選びました。一番高いさ、1万5000円のね。もう試飲終わってたの。ね、騎乗酒、しかもそれは絶対飲むべきだってもうなくなって後に聞いちゃって悔しい、ね、もうないんですかって言ったら、でも売ってますよ、1万5000円ですけどって言われてなかなかね、1万5000円ね。この紫のシリーズはさ、今時風というか、なんか酸味とかがあって綺麗な感じがして、やっぱりモダンなラベルだけあってワイングラスとかで香りも楽しみながら飲むような感じ、あとなんか洋風なニュアンスを感じるよね。なんか一番デイフラワーが癖ないかも。あんまり酸味もそんなに感じないですし、結構スルスルと飲めるような味わいになってます。ただなんかおしゃれ、ちょっとおしゃれ、やっぱりこっちはなんかそれをもっとリッチにしてる感じがする。保守がですね、ちょっと今から飲まれるということで、飲んでほしいんですけど、一旦その1万5000円以外のやつは、一口ずつ飲んでったのね、で新しい順から飲んでって2009年のやつから、なんか2002、2000年待って、2009が一番新しいの？やば。多分こっちになったのが2009だったと思う。ちょっと全部のラインナップかわかんないけど、置いてあったのはそうで、めっちゃ古いじゃん2009って全然。やっぱ飲んでいくことに後ろ倒しになることにちょっとまろやかさと深みみたいのが増えるんだけど、80年代1983かな、もう全然生まれる前じゃんみたいなのがあって、なんかそれ飲んだ時にもうなんか飲み物っていうより食事みたいな味わいになってて、栗とカカオが入ってるんじゃないかみたいな味して、ちょっとそれが驚きだった。結構もう全然違う、年数が変わると。80年代はやばいね。何初めて飲みました。40年とか寝かせてる、やば。ちょっと飲んできます。飲んでください。振り出しに戻りまして、室岡生のいただいてます。こちらおいどぶろくということで、なんかすごい満杯で確かにおいどぶろくもしたいわ。そして寒天のねお菓子もねいただきました。またちょっと昨日の持ち込みスナックを。乾杯。
ラストスパート飲んでこうと思います。クラウチ生熟成マディの妹おすすめ。うまい。渋いよね。好きなやつ全部うま口だもん。何歳だっけ？23の趣味じゃない。将来有望すぎですか？美味しい。ちょっとこれさ、また押してもらってもいい？ちょっとで大丈夫。うまいね。だよね。アルコール高そうと思ったら高いアルコール度数なのに、これ何度？20度。カーッときますね。でもさっきの野沢菜とか、これ熟成の方の野沢菜とめっちゃ合いそうだね。さっきマディが飲んでたデイフラワーの新種の生酒バージョン。これラベルがまだ入ってないんだ。うまっ。普通の24歳だったら絶対さ、こっちの方がタイプなはずなのにでこれは本当にモダンなね、今時のペチペチかわいいお酒。はい。大満喫で蔵開きってその蔵の特徴とかその蔵ならではのところがすごい出るから、この竹重本家さんではこのうまみっていうのがこの軸にあるなっていうのが思って、いろんなフレッシュなお酒からどぶろくから全部飲んだけど、一貫してね、うめえなっていう、うまいっていうお酒。うまね、これね、火に日って書くうまね。社長宅の縁側、お庭を見える縁側、あんなの他の蔵で見たことないし、あのところにねずっと言っても住みたいですよ。ゴロってして昼寝する日々を送りたい、あそこで。なんか映画の中に入ったような、その蔵開きでした。社長もおっしゃってたけど、こうモダンな味わいじゃないみたいなところを、なんだ短所みたいな言い方をされてたけど、全然もうそんなことはなくて、本当にクラシックの中にあるリナが言ったうまみとか、生酒とか飲むとこんな味わいあるんだみたいな風味とかもいいし、美味しさの中にあるなんかいいバランスみたいなのも竹重本家さんならではの味わいだったかなって思いました。結構アクセスはなかなか駅から佐久平駅からだいたい30分ぐらい、タクシー30分ぐらいかかるからこそ先鋭たちみたいな人たちがいる気がして、さっきの方は家徒歩っておっしゃってすごいいいなね。そう、なんか本当に地元の人に愛されてて、なんかその一緒にこう育ってきたみたいな人たちがいる感じがして、アットホームでしたよね。話しかけてくださる方多かったですうんね。東京のイベントブースでお会いするっていうこともこう一気にいろんな蔵と出会えて楽しいけど、やっぱその蔵に訪れるっていうのはまた違う醍醐味があるので、もう絶対毎年蔵開きはいろんな蔵の参加したいと思いました。竹重本家さんも皆さんぜひ、なんか秋もあるって聞いたので、多分春と秋にやってるのかな。ぜひぜひ来てみてください。それではいつも皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。See you in the next video. Bye. 俺は日本酒大好きだ。円安のどっこいせ。日本酒は俺のもんだ。えんやかもめもどっこいせ。山を越えて海を渡り目指すは梅酒だ。ちゃんこらせっせちゃんこらせ。山の神海の神。ちゃんこらせっせちゃんこらせ。俺の日本酒魂。ちょっと今緊急で動画回してます。さっきの締めで言えなかったんですけど、結局みその岳の普通酒に戻るっていう、なんか地元の一員になれた気がします。もう全種類飲んだ後は私このみその岳の普通酒を4周ぐらいしてます。あ、バス来た。